よ。来ないよ。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバモノ。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバハービバモノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのぐーちゃん、白ちゃんのゆりさん、画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日はね、昨日あげてたのとちょっと違う種類のね、もともとまあまあ食べるカリカリにしたらね、やっぱりそこそこ食べるなっていう感じでね、まあでもちょこっと残ってたんで、それと、で、鰹節がさ、あとちょっとだから全部入れちゃうかと思ってさ、全部入れたら意外とあったっていう感じでな。だから鰹節まみれなんだけど、でもなんか鰹節でもにゃんこ釣れなくなってきたな。どういうことなんだ？やっぱりチュールってなんか入ってるのかね。なんでチュールって確実に釣れるんだろうか。なあ、鰹節でもこうやってムラがあるのにさ、ね、なんなんでしょう、あのチュールってな。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース、ゆりたん、ジャスティース。今日は塩入りのさゆだよ。今日も昨日に引き続き、あんま飲まなかったんでね、ポットにお湯が割とたっぷり残ってたんで、まあまああったかい状態で残ってるんでね、まあ、白湯というか、お湯というかっていう感じかな。
眠いよ。眠くてね、今日はね、っていうね、感じだよ。で、今日はね、動画編集が終わったのが、昨日よりちょっと遅かったかなっていう感じなので、映画は見てないので、今日は昨日よりも、さらに話のネタがございませんよ。どうします？誰もいないけど。じゃあ何の話すっかな。今日は木曜日か。木曜日なので、ゴミ捨てをしましたね、今日はね。ゴミ捨てして、で、どうしたんだっけ、農協行って、洗濯な。なんか天気がね、微妙だったけど、まあ干せそうな感じだったので、夕方から雨みたいだったけどね、とりあえず午後は雨は降らないっぽい感じだったので、一応洗濯はしましたっていう感じかな。で、夕方やっぱりね、なんかいかにも降ってきそうな空になったからさ、さすがにちょっと洗濯物は取り込んでおいたけど、ただすぐには降んなかったみたいなんだよね。でもやっぱり夜ね、雨が降ってる音がしてたんで、まあね、取り込んどいてよかったというか、まあいつもそんくらいの時間には取り込んでるんでね、まあ書けなかったかもしれないんだけど、今日は洗濯物が干せてよかったよ。てったまさん、今夜もジャスティー、藤子さん、皆様こんばんは。ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。で、ゴミ捨てして、洗濯して、はい、失礼しました。農協行って、今日はね、まあ、可愛らしいお花がな、さすが春だよな。お花はね、種類がいっぱいあるんだけど、で、やっぱりみんなお花を買っていくね。でね、野菜はね、長ネギだったね。でね、野菜もやっぱりちょっと、出来が悪いのかね。長ネギもすっげえ細いのがね、売られてたよって感じ。で、まあ今日はなんとなく、長ネギは気分じゃないからな。いいかと思ってね、今日も農協では買ってこなかったんだけど、今日はね、どうしてもおでんが食べたい。まあ、どうしてもってほどでもないけど、おでんが食べたいっていう風に来たんでさ、おでんかと思ってな。おでんどうすかなみたいなね、感じだったんだよ。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日もね、ちょっと電波が微妙なので、できるかなと、ヒヤヒヤもんでしたが、今のところ大丈夫だけど、まあわかんないけどな。で、おでんどうしようかなと思って、で、まあ、ちくわがあればなんとなくおでんっぽいかなと思って、で、時々さ、おでん食べたくなるんだよね。時々おでん食べたくなるんだけど、備蓄のおでんは全部食べちゃったので、でね、高野豆腐の備蓄があるんだけれども、それでね、おでん代わりに、じゃあ高野豆腐作るかと思って、で、そこになんとなくね、おでんっぽい具を何かしら足したんだったかな忘れたけど、なんかね、全然違ったんだよ、そしたら。ね、高野豆腐は高野豆腐食べたいなって思った時に食べるとめっちゃくちゃうまいんだけど、おでんの代わりに高野豆腐食べてもね、全然違うんだよね。なんかちょっと甘すぎて、あ、これは違う。求めてるものとは違うと思って、なんか確か前に失敗したよなっていうのはなんとなく記憶にあったんで、なんか高野豆腐じゃやっぱりね、代用にならないから、こりゃおでんどうすっかなと思って、まあ、ちくわがあればなんとなくおでんっぽいものになるかなと思って、とりあえずじゃあ、ちくわは買いに行くかと思ってスーパーに行ったんだけどさ、今日はちくわ売ってなくて、売ってなくてっていうか、なんかちょうどね、品物の入れ替えっていうのかな。
これから配送が来るので、その商品をね、詰めるように、もう準備万端で整った状態の時にどうやら私は言ったみたいでさ、棚に全然物がなかったわけよね。で、さすがにほら、時期じゃないから、ね、冬場だとおでん売ってるけど、もしかしてないかなと思って、で、まあ、ちくわがあればなんとなくおでんみたいのできるかななんて思って行ったらさ、ちくわなくて、で、おでんはあったんだよね。で、おでんあるかと思って。ただ、おでんもな、物価の値上がりでね、なんかあんまり安く感じない感じなんだよね。なんだけども、まあ、これを買うのが一番正解だし、手っ取り早いよなと思って、じゃあ、今日はこのおでん買っていくかと思ってさ。で、おでん買ってきて、1人前300円でしたが、だから今までそのおでんが198円とかで売られてたのかな。あんまり買ってないから値段覚えてないけどさ。なんか確かそんな感じの金額だったと思うんで、1人前だったらさ。で、まあ2人前とかあるから、そうするとまあ300円ぐらいだったかな、みたいな感じなんだけどさ。1人前300円だとね、なんかあまりどうなんだろうっていう感じだけど、まあね、今ね、何買っても高いからな。一食300円で済むって考えれば、まあね、お安いっていう感じなんだろうけどさ。まあとにかくそれに私はご飯を入れておじやにして食べたいんでさ。なので、お汁がいっぱいになるのがね、ゆりさんが来ましたな。ゆりさんが来ました。緊張の瞬間でございますね。こうやって構えてるとね、しないんだよね。そうで、ゆりたんがね、せっかくカリカリ食べたのにね、入っちゃってたからさ、全部食べてくれって思ってんだけどな。なんで一皿だけ空になるんだろう。なんで一皿だけ余るんだろうな。でもこれ諦めてさ、もうそのままずっと朝までさ、放置しとくじゃん。ずっとさ、お皿すっげえピッカピカになってんの。すげえ舐めたんだなと思って。いや、そんなピッカピカになるぐらいまで舐めるんだったら、今後ずっと空になってもお皿置いとこうかしら、みたいなね、感じ。ほら、構えてるとさ、しないんだもんね。でもこれ油断するとさ、シャーってやられるからさ、どうなの？うん、違うのかな？おしっこじゃなくて、甘えん坊タイムだったのかな？寝る？なんか寝そうな雰囲気でもあるんだけどね。だから朝だとさ、ゆりたん、お風呂に連れてかれるんじゃないかと思ってさ、警戒してな、こたつの中から出てこなかったりとかするんだけど、こうやってな、あの、ライブの時間はさすがにお風呂には連れてかれなさそうだっていうのが分かってんのかね。なんかこの時間は甘えに来るよな。大丈夫なのかな。お水飲んだの偉いね、みたいね。お鼻にお水ついてますね。はい。なんだどうなんだやっぱりするのか？うん。かわいいな。てんたまさん、かいんたんさん、こんばんは。おでん、おでん、ゆりさんタイム。そうで、おでんの具もさ、もしかしたら中に入ってんの変わったって思うんだけどさ、7種入りとかって書かれてんだけど、なんか、もうちょっと違くなかったっけって思うんだよね。そう。なんか、さつま揚げがないんだよ。ね、こんにゃく、卵、で、ちくわはあったでしょ。で、ごぼ天があったんだよね。で、なんか肉団子があって、でね、白滝が入ってんだよ。で、白滝って前なかったんじゃないのかなと思うわけよ。でね、こんにゃくと白滝だからさ、こんにゃく2つだな、みたいなでね、中身なんか違う気がするんだけど、と思って。
で、なんか昆布が入ってたと思うんだけど、前は。なんか今昆布がね、なかったね、今日のはね。ただまあ、うちにわかめがあって、わかめ入れようかなと思ってたんでね。まあ、わかめでいいかと思って、わかめ入れてな。で、舞茸がうちにあったんで、舞茸も入れて、で、食べましたよっていうね、感じだよ。なんだろう、こんにゃく、白滝、卵、ちくわ、ごぼ天、肉団子で、あともう一個が思い出せないぞ。なんか入ってたかな？入ってなかったんじゃね？ってことは、でも7種だからちくわ2個ってことはないよな。あれ何入ってた？だって昆布入ってないしさ、はんぺん入ってないし、ちくわぶ入ってないし、あとおでんの具ってなんだろう。おかしいな。おかしいな。カニタンさん。ね、厚揚げがあれば、ああね、他のね、揚げ物はいらないって感じで、そうだ、厚揚げも入ってなかったな。厚揚げうまいよね。そう、ガンモもなかったし、で、肉団子って多分ね、今までなかったっていうかあったのかな。だから肉団子は別にいらないよって感じなんで、おでんでな。だっておでんって言ったらなんかつみれじゃんと思って、まあ別につみれも別にいらないんだけど、なんか肉団子っていうよりおでんの場合はさ、つみれじゃんって思うんだけど、なんか肉団子が入ってんだよね。だから多分安いんだと思うんだけどさ。ね、あとなんだっけ、厚揚げもなかったし、ガーモもなかったし、あと何がある？巾着もなかったし、あ、大根だ。大根が入ってた。忘れてた。大根の存在感があまりにもね、少なかったんで。大根忘れてたけど、そうだ、それで7種だな。そう、厚揚げもないしな。そう、巾着とかね。まあ、それはもともと入ってなかったかなと思うんだけどさ。ね、いろいろとおでんって具があった気がするのにさ。なんかね、鍋に開けると、うわこれだけか。みたいな感じになるんだよね。てんたまさん、練り物より厚揚げの方がいいですね。厚揚げうまいよ。厚揚げうまいよな。ただ今、スーパー、うちの近所のスーパーにある厚揚げってさ、なんか厚揚げっていうかなんかね、プリンみたいな感じの厚揚げなんだよね。なんかちょっとで違うんだよね。カニタンさん、そうそう、出汁が染みたやつね、もうさ、がんもどきとかさ、厚揚げとかさ、最高よねって感じ。だから今日なんかおでんが食べたいなっていう感じだったのが、その練り物系だったんだよね。で、ね、おでん食べたいなと思って食べ始めたから、まあうまかったんだけど、やっぱね、からしがあったら最高なんだけどね、なんて思いながら、うちからしないんでさ、がいつも納豆の時に捨ててるからし、なんかちょっとぐらい取っとけばよかったかなとかさ、考えながらさ、まあいいかと思ってね、しょうがねと思って、からしなしで食べてたんだけどもね、そもそもそうだ、からしってなんだろうかと思ってさ、わさびだったらさ、わさびっていう植物があるじゃんか。だからね、野菜っていうのかな、植物だよなって思うんだけど、まあ、からしも植物ではあると思うんだけどさ、唐辛子だったらさ、赤いからさ、唐辛子だよねっていうのはわかんだけど、黄色いからし、黄色いからし、あれは何なんだろうなと思って、だから、粉わさびとかさ、粉からしだったっけなんか昔あったじゃん、缶に入ってさ。で、それ買ったことないんだけど、今まで。カレーしか買ったことないんだけどさ、今ね、そうだ、粉にすればな、別にチューブだとさ、賞味期限気にしちゃうけど、粉だったら賞味期限気にしないしさ、必要な時だけね、使えるからいいじゃんと思って、その、粉のわさびとかからしとか、
なんか欲しいなと思って、ずっと探してんだけど、ずっとないんだよね。なんか欲しいなって思ってから全然見かけたことがないんで、使ったことないんだけどさ、ね、粉のやつ欲しいななんて思って。でね、その粉のやつ、そういえばからしって何なんだろう、あの黄色いの。何なんだろうな、なんてね、ちょっと思ってる感じだね。はい。リータは、なんだおしっこ出るのか違うのか体勢を変えたのか体勢を変えただけか。はい。ちゃうよ、おしっこしたじゃんか。もうめちゃくちゃおしっこした。ねえ、もう、なんだよ、寝たままおしっこするなよ。おかしいなと思ったんだよね。ね、びしょびしょじゃんか、寝たままするから。もうだからお尻びしょびしょなんだよ。だからさ、毎朝さ、風呂に入れてるわけよね。で、風呂に入れられると思って、最近は起きてこなくなったみたいなね。知恵比べだな。出汁が染みたやつ。出汁染みたやつ。もう食べたくなったじゃん。そんな話してたらさ、食べたくなったじゃんか。もうずっとおでんでいいわ。てたまさん、ネギ乗せて、味噌だれかけて、へえ、厚揚げにネギ乗せて、ネギはそっか。味噌だれかけて、へえ、美味しそうだな。それ食べたことないな。そうやって食べたことないな。それでな。だいたい煮物にして、その出汁が染みたやつでさ、からしつけて食べてたかなって感じだな。ネギ乗せて味噌だれか、そんなおしゃれなことしたことねえな。カニタンさん。味噌田楽みたいに甘いお味噌もいいよね。なるほどね。それもやったことないかもしれない。味噌田楽だと、大概大根だな。大根か。あと、こんにゃくもやったか。大根、こんにゃく、あとあれか、里芋かな。里芋、こんにゃく、大根、そんくらいかね、味噌田楽だとな。てんたまさん、からし菜という植物の種を、原料にしているらしいですよ。なるほど。植物の種なんだな。で、黄色いんだ。なるほど。全然それは思いつかなかった。てったまさん、甘い味噌に、あえてからしを混ぜて、甘辛にすると美味しい。甘い味噌にからし。からし、酢味噌ならあるけどね、そっか。味噌に酢を入れないで、からしだけもあるのか。それもやったことなかっただ。いろいろと世の中には食べ物があるもんだな。カニタンさん、そうですよね。そうなんだな、みんな。美味しいものよく知ってんな。美味しいものが食べれるかどうかは知らんけどさ、来週の大阪行きな。雨だよ、これまたさ。いやー、近場で雨だったらまださ、ね、日帰りだったら、いいけどさ、ね、車中泊だけどさ、遠くに行くのに雨って、もう勘弁して、降水確率80%かなんかだからさ、もう、ちょっと勘弁してっていう感じなんだよね、今ね。めっちゃ憂鬱。カニタンさんじゃない、けんたまさん。近所におでんの美味しいうどん屋さんが朝5時まで営業してたんですけど、最近閉店しました。そうなんだね。5時まで営業。5時から営業じゃなくて、5時まで営業なんだね。ってことは24時間朝の5時から夜の5時まで。夜の5時、朝の5時から朝の5時までか。24時間かな。
てんたんさん、来週は雨の日が多いみたいですね。そうなんだよ。だからさ、免れねえかなと思ってな。なんか天気コロ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 変わってくからさ、変わってくんねえかなと思ってんだけどさ、その日に限って80%なんだもん、降水確率さ、って感じな。テンタはさ、朝11時から営業してました。話や。話や、うどんにおでんなんてな。うまいに決まっとるやないかな。でも閉店しちゃうのかな。残念だよな。もうそうなってくよね。寂しいよな。2泊3日ですから、そう、夜ね、夜行バスっていうの夜行バスに乗って大阪に行って、で、12時間後の、夜に、また夜行バスで東京帰ってきて、で、朝に東京着くみたいなね、そんな感じなので、だから2泊3日っていう感じ。ただまあ、実質家開けるのは1日半ぐらいっていう感じなのかな。だからまあ、にゃんこは大丈夫かなっていうふうに、まあ思ってんだけど、まあ問題はゆりさんのね、おしっこシートだよねっていう感じよ。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとーくやっておりますよ。金玉さん、大吉さん、こんばんは。ね、今日は大吉さんが来るまで、通信が安定しててよかったよ。みたいなな。あれ、いつの間にかお皿が片付いたけど、鰹節がちょこっと残っていっちゃうかな。謎の一口残しな。ふーちゃんかわいいんだよな。今日もさ、さっきな、もう眠くてうとうとしてんのにさ、ぐーちゃん膝の上乗っちゃってさ、もうずーっと私の顔見てんのな。かわいいの。なんなんでしょうかな。かわいいのな、猫な。はい。で、なんだったっけ、雨だ、来週雨だってよっていうね、話でございましたね。だからあんまり長い時間さ、バス乗ってんのも疲れるから、だから本当は淡路島に行きたかったけど、また高速バスで、2時間とかかかるらしいよな、片道な。そうすると往復4時間だろ。そんなにバスばっかり乗っててさ、多分疲れるかなと思って、どうしようかなって思ったんだけど、ただ逆に雨だからさ、そんな観光もできないっていうかな。なんで、そしたらもういいや。もうね、バスに乗ってればいいんじゃんっていう感じで、淡路島に行くのかどうするのかみたいなね。そんな感じ。てったまさん。着いたら大阪駅の地下街、通称梅田ダンジョンに飲まれて迷うかもな。そうだよね。だからさ、そもそも土地勘ないのにさ、そもそも土地勘ないのに方向音痴だしな。もう不安でしかないわけよね。で、しかもなんか大阪とか行ったら、すげえ人いそうっていうイメージあるしさ、っていうね、感じ。てんたまさん、大阪は地下街ばかりなので、雨でも大丈夫ですよ。へえ、そうなんだね。ただほら、そんなにいっぱいさ、食べてばっかりもいらないから。食べてばっかりもいらないからねっていうのがあってさ、どうしよっかっていう感じなんですよね。ね。で、どうしようかっていう感じですよ。今日は動画の編集してたんだな。動画の編集してて、で、おでん作ったって話か。で、朝はね、昨日、一昨日の夜なのかに、ゆで小豆をね、作ったんだけど、それでパンケーキを作って今日もな、朝のコーヒーのお供に食べたんだけど、だパンケーキの方があんまりにも立派になってきてさ、
なんかコーヒーのお供っていうか、パンケーキのお供のコーヒー状態になってんなみたいな感じでね。まあいいんだけど、もうこの朝のコーヒータイムだけは終始してね、生きていこうと、決心しましたのでね、パンケーキとコーヒーとね、食べてみたいな。で、ゆで小豆さ、全部食べちゃうとさすがにさ、やばい砂糖の量なので、自分で作るとな、どんだけ砂糖入ってるかっていうのわかるからさ、やばいってブレーキもまあ効くけど、ねえ、で、これだ、もう食べきっちゃいそうな勢いなんで、やばいと思ってね。さすがに食べきるのはやばい気がするけど、ただもうね、煮て2日経つからね、そろそろ使わなきゃやばいっていうのもあるし、ね、鍋も洗いたいっていうのもあるし、っていうのがあって、そうだ、明日の朝の分のね、パンケーキもこれで作ってしまえと。で、残った茹で小豆使って、明日の朝の分のパンケーキもね、焼きましたよっていうね、感じ。で、夜お腹が空いたらまた、ボケたリンゴのね、干しリンゴをね、食べておりました。全然さん、梅田ダンジョンは Google マップ見ながらでも迷うそうなんだよね。で、地下入っちゃうとさ、Google マップ全然ダメだよね。だから当てになんないんでさ、ねえ、自分の勘で行くしかないんだけどさ、ねえ、で、ほら、東京だったらさ、まだしもさ、何度も迷ってっからね。何度も行って何度も迷ってっから、こっち行くと迷うんだよなっていう勘も働くわけよ。だけど、ほんと知らないとこだとさ、その勘も働かないからね。もうほんと不安でしかないよっていう感じだよな。ねえ、梅田ダンジョンもそうなのか。だから最近さ、東京もさ、綺麗になって、で、分かりやすくなるのかなと期待してたのにさ、逆に分かりづらくなってんだよね。なんか全くもって人の流れを考えられてない構造になってるっていうのかな。昔はそれなりになんか人の流れ考えられて作られてたのかなって思うぐらいにさ、まあ、ダンジョンなりにもさ、歩きやすくはあったっていうのかな。人の流れがあって、まあ、それに流れてれば歩くことはできたんだけど、最近まあ、なんかさ、ぐっちゃぐっちゃでさ、もう歩きづらいのに輪をかけてさ、みんな歩きスマホなわけよね。もう壊滅的。もうほんと、どうなっちゃってんのこれみたいな感じになってんのよ。銀座だったっけ、日本橋だったっけ、銀座だったっけ、そっか、日本橋はまあまあわかるか。なんか、銀座の地下だったかなとかさ、もうほんとぐっちゃぐちゃでさ、わかんないのね。あとは、まあ、新宿はいつも通りっていう感じだけどさ、ね、で、渋谷か。渋谷がもうほんとわかんない。渋谷が本当わかんない。昔はそんな渋谷分かりづらくなかったっていうかさ、まあ、八甲口か、なんだっけ、もやいがある方か、みたいな感じでさ。でね、その通路通っていけばさ、どっちか出れるみたいな感じだったけど、今、なんかあっちに行きたいけど行けないみたいな状態になっちゃっててさ、もう本当壊滅的になるわけよね、迷っちゃうと。この前のさ、ランチ食べに行こうと思ったお店が渋谷でさ、ちょっとね、渋谷かと思って心配があったんだけど、ただまあ駅のそばみたいだからさ、まあさすがにわかるかと思ってさ、予約したんだけどさ、全然そっちの方向に行けないわけ。そのお店がある方向に行けないのね。で、その時も Google マップが狂ってたのかな。地下ではなかったのにさ、なんか地上に出てても、なんか使えない時があるんだよね、時々ね。全然もう、なんだ、正しい方向を指してくれない時があって、これダメだっていう時があるんだけど、もうその時その状態だったんだよね。だからもう全然ダメで。まあね、ご縁がなかったっていうか、この前の寿司屋的な感じ。
なんかあまり行かなくていい店だったのかもしんないなって感じだったからさ、その電話の応対をさ、見ると、だからまあいいんだけどって感じだけどさ、まあとにかく今渋谷がね、わかんねえんだよ。もうやだっていう感じ。渋谷絶対行きたくねえっていうね、感じでございますよ。迷うな。あと、そう、だから渋谷が一番今わかんないかな。で、次が銀座の地下かな。でね、だからそれに比べたら、なんだ、新宿もさ、まあわかんないけど、新宿もまあわかんないけど、なんかね、今まで新宿が一番だったわけ。ダンジョンのさ、難易度的にはさ。今まで新宿が一番だったのに、なんかそれを上回ったわけよね、渋谷、銀座がさ。なんか今一番わかんないのが渋谷だね。で、2番目が銀座で、3番目が新宿みたいな。なんかそんな感じかな。ねえ、まあ、もう本当新宿は絶対嫌だって感じだったけど、なんか渋谷に比べたら可愛いもんに見えてきてさ。もう本当どうにかしてほしいあの男女って思うんだけどさ。やっぱり大阪もそうなんだな。もう不安でしかないよ。で、まだ晴れてればさ、外の景色見てさ、景色、見ながら覚えて歩くんだよね。方向音痴なんでさ。その技が使えないわけよ。雨降っちゃうとさ、ダメだね、これっていう感じだね。どうするな。で、今からだとキャンセル料かかるしな。みたいなね。どうすっか。まあ、キャンセル料かかってもね、これは無理だと思ったら、ね、キャンセルすればいいんだろうけどな。まあ、せっかくの機会だからさ、行ってみたいよねっていうね、思いの方のがあるんでさ。なんか、抹茶がまた吠えてますね。抹茶が吠え始めたな。で、あれか、タロットカードタイムか。では、本日もタレット。はい、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声、はい。止まりました。では、大樹さんから LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、本日は何でしょうか？ 7 枚目のカード。せーの。じゃじゃーん。またダイアルカナだね。いや、ほんとダイアルカナ最近よく出るようになったよね。今日は不安のカードの正位置だね。不安ムーンだからそうだよね。不安のカードだよね。ザリガニが出てきてる。コニタンさん、来たてんたまさん、早い今夜もな。めちゃくそ早いよな。で、月のカード、タロットな。てんたまさん。大樹さんなら梅田ダンジョンも、速攻攻略ね、しそうだよね。電車得意な人ってきっと方向音痴じゃないというかな。なんかそういうのも得意そうっていう勝手なイメージあるよな。ほら、時刻表とかさ、路線図とかさ、そういうの読める人ってさ、ね、そういう道とかも、なんかね、平気そうっていう感じがするよ。タロットにつき、正位置、逆位置の意味とキーワードをまとめて解説。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
月の正位置は不安を表します。逆位置なら事柄が安定するかもしれません。はい。基本の意味。月は曖昧な状態を表すカード。カードに書かれている、道は一つ前の星で見つけた目標を実現させるための道筋を示しています。ただ、星と同様に時間帯は夜。月明かりではあらゆるものがはっきりと見えません。そのため、見通しの悪さや見えない小石を心配しながら歩くことになります。ただ、必ず朝はやってきます。朝は朝うどんだ。はい。また、18にナンバーを持つタロットである月のカードは、心配や恐れを明確にする作用もありますが、豊かさにつながるエネルギーも秘めているのです。やりました。月に書かれたシンボルの解釈、うつむき顔の月、妄想にとらわれている、二つのと未来は予測不能、月に吠える犬と狼、犬は従順さ、狼は本能的感覚、危機の察知、緑の草原と、青い荒野、草地は安全地帯、荒野は孤立無縁、月の意味とキーワード正位置、今日は正位置ですね。キーワード揺らぎ、ぼんやりとした月明かり、進むべき道がはっきりとしない中、不安に心が揺さぶられます。月の正位置の意味は、不安が大きくなったり、悪い妄想がどんどん膨らんだりと、心が揺れやすい状態です。また、敵は隠れたところにいることを暗示する場合も、なるほど。正位置キーワード、不誠実、秘密がある、不安、幻想、揺らぎ、不鮮明な状況、虫の知らせがある、悲観的になる、悩み別読み解き例、恋愛、誠実な愛ではない、仕事、トラブル、管理が大雑把、対人、人の言葉に敏感、怒りやすい、どう決断しても漠然と不安が残るなんということでしょう。はい。人物やキャラクターに当てはめて読み解く正位置。謎が多くアンニュイな雰囲気。秘密主義で簡単に人に本心を見せない。想像力豊かな芸術肌で共感能力が高い。時にネガティブな感情に引きずられることも。はい。深読み。池の水面に姿を現すザリガニは、このぐらい感情や恐怖心を表しています。そして、タロットカードでは、水は潜在意識の象徴。心の奥底に隠れていたネガティブな感情が浮き上がることがあるでしょう。しかし、それを振り切ってこそ、願望実現への道を進めるのです。はい。まとめ。曖昧な状況や揺れる心を表すカード。月は、正位置なら未来を不安や妄想が膨らむ状態を表すカードでした。月には、心の奥を照らす神秘的な力が宿っています。正位置の場合は、心がどんなにぐらついても、自分自身としっかり向き合ってください。なるほど。というわけで、本日のタロットカードの意味、調べるの会は、自分の、なんだっけ、忘れちゃった。不安でも自分を信じてっていうカードでしたかね。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。ね、月って言えば、夜が短くなったっていうのか、ね、暗くなるのが遅くなったよね。
また夏が来るかねっていうね、感じよね。で、あれか、今日の質問か。遺産もらったことある人が少しいるんだね。羨ましいな。羨ましいな。なんか大概ね、まあ亡くなっても遺産はないみたいな状態だったりとかするじゃんか。遺産があるっていう状態の方のが少ないみたいなんでさ。ね、だからなかなか遺産もらったことある人って、まあそういないんじゃないかなと思ったけどね。ね、もらったことある人がいるんだな。羨ましいな。で、なんだったっけ。何もないよ。話す話は何もないけど、今日は、なんだっけ、千鳥ヶ淵のね、花見な、ね、一人でボート乗った動画を編集してて、なかなか困難を極めたんだけれどもな、困難極めたみたいな、感じだったかな。で、どんなサムネをね、みんなは作ってんのかなと思って、千鳥ヶ淵ボートで YouTube 検索したのかな。そしたら何年か前、5年ぐらい前かな。5年ぐらい前にどうやらボート転落したみたいじゃんか。ええと思って。で、私、水はもしかしたら浅いのかなと思ったんだよね。なんか大概池っていうのかな、そのボートがある池ってさ、結構浅かったりするみたいなんでさ、あれ、浅いのかなと思ったんだけど、そのニュースを見る限り、なんかどうもさ、深そうでさ、怖っ、怖っとかって思ったんだよね。で、そのさ、ボートが転覆したのが、ほら、桜の時期って、あの、営業時間延長して夜桜もね、そのボートの上から楽しめるよっていう感じなんで、その夜の時間帯を利用してた、男女らしいんだよね。男女2人が、ボートの上で、まあ、運転をね、交代しようと思って、で、立ち上がって、で、転覆したらしいんだよ。怖っと思ってさ、昼だったらまだしもさ、夜のさ、そんな深い川っていうのはあそこ広いしさ、しかもさ、ね、で、転覆、やだ、怖いと思って。で、その近くにいたそのボートの人に助けられて、まあね、なんとかなったとかっていう話なんで、じゃあなんだ、その転覆して立ち上がったら足ついてね、なんだ浅かったみたいな、なんかそういうオチではなくて、その近くのボートの人に助けられないと、無理だったような深さなのかって思ったらさ、やだ、怖いと思ってね、もうそんなの最悪な思い出だよね。絶対楽しい思い出にはならないよ。トラウマになるよと思ってさ。もう嫌だとかって思ったね。そんなんならなくてよかったよと思って。で、そのさ、私の乗ったボートにっていうのかな。まあ、立ち上がらないでくださいとか書いてあったんだよね。ボートの上で、立ち上がらないでくださいとかって書いてあって、立ち上がらねえよって思ってたんだけど、どうもその事件があってから、その張り紙っていうのかな、なんかされるようになったらしいんだよね。まあもともとアナウンスはしてたんだけど、もう今後は徹底して、やっていきますみたいな、そんな昔のネットニュースなのかながあって、あ、そんな事件あったんだと思ってさ。嫌だってね、思ったのが今日はありましたね。夜の、湖は怖いですよね。そうそうそうね、怖いよね、夜のさ、水が、溜まってるところ。暗いからさ、ね、夜の池とかね、そう、水溜まってるところさ、怖いじゃんか。そうで、それで思い出した。今日見たのかな昨日かな忘れたけどさ、その、やっぱり深いところ
深いところで、潜水かな潜水に失敗して、で、浮き上がってこない、人がいて、で、それの捜索に両親がね、なんか何回も大枚はたいて、なんかしたらしいんだけど、で、ずっと見つからなかったらしいんだよね。で、ある時、全然その創作ではない人の潜水でだったかな。なんかね、死体が見つかったっていうので、で、引き上げようとして、でね、もう一回、潜水するみたいなね、ことに言ったらしいんだよね。最初はその潜水してて発見したんで、で、次はその遺体を引き上げるように用意してね。で、なんかどうもそこは、その潜水すると戻ってくる人の、確率が少ないところかなんからしいんだよね。なんでそんなところ潜水 OK にしてんだろうって思うんだけど、なんかね、それでそのね、潜水して、遺体を引き上げようと思ったんだけど、不運が重なりまくって、結局その人も亡くなってしまってみたいなね、ことがあったらしくてさ。で、その潜水もだから深いからさ、暗いわけじゃん。で、暗いから見えないから、まあそれでね、難しいみたいなんだけど、で、やっぱり暗くて見えなくなっちゃってみたいな、なんか話だったみたいなんでさ、いや、もう水の中の暗いの怖いからさ、ね、もう絶対嫌だって思って。カニタンさん、交代は難しい、そうよね。まあ、確かに、2人いて1人にばかり、なんか運転させるのも悪いかって、まあ、思ったりとか、あとはまあね、ちょっと自分も、漕いでみたいみたいな感じになったのかもしれないんだけどさ。なるほどね。そういうこともあるかと思ったんだけど、そっか、水の上で交代しようとすると転覆するんだっていうことをね、まあおかげで知れたんでね、もう絶対そういうことはしないようにしようとね、知識がついたんで、よかったよと思うんだけどさ。いや、なるほどなと思ってさ、いや、ちょっと、ってね、なんかもう想像しちゃってさ、もういろいろ想像しちゃって、もう、ってね、なったよな。だから普通に、プールだったらまあまだいいのかもしれないけど、池な。だって下見えないじゃんか、透明度さ。いや、あそこで溺れるとかさ、もう無理だからってちょっといろいろ考えちゃいました、みたいな、藤子さんでございました。というわけで、本日も竹菜ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。
はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。